こんにちは、笠尾です。漢字でわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。私はですね、日本にも海外の絵本にあるような小学校の4年生以上の人、つまりもう大人ですよね、ほとんどね。で、難しいことも理解できますし、漢字だって当然読めますし、普通に本が読めるというような人だけれども、絵本ってやっぱり絵を読むっていうことの深さっていうのはありますよねと。で、そういうことを分かってもらった上で、4年生以上の子どもと大人と、つまり親子でですね、同じ絵本を使って今の社会について語り合うなんてことができたら素晴らしいんじゃないかと思っておりまして、それで絵本の絵の深読み教室、つまり文章だけではなくて絵も読めるというところが絵本のいいところじゃないですか。別に文章の説明を絵がしてるわけじゃないんですよ。絵は絵で語っており、文章は文章で語っていると、そういう質の高い絵本を日本に増やし、それで4年生以上の子どもと大人が一緒に語り合っていくなんて素晴らしいと思いませんかというような世界を作りたいと思っているわけであります。ただですね、なかなかこういう本がいい本だよねって言っているだけだと活動の幅が広がらないというふうに思っておりまして、今後はですね、実際に親子で語り合うのに適した絵本のご紹介と、その絵本を使ってどのようにそのテーマについてですね、その絵本のテーマについて話し合うかというようなシリーズ、つまり、絵本について親子で語り合おうというシリーズですね、そういうことをやっていこうというふうに考えたわけでございます。今回はですね、その第1回目として、アスナロ書房さんから出版されている鈴木守さんのこちらです。戦争をやめた人たちという絵本。こちらですね。これを使ってどうやって親子で話し合うか。そのことについてお話ししたいと思うんですよ。これタイトルからも分かりますように、もう漢字使われてますよね。で、ここに1914年のクリスマス休戦。これ1914年って何かっていうと、第一次世界大戦が始まった年なんですね。ということで、この絵本のテーマになっている第一次世界大戦の最初の年に起こったクリスマス休戦。これなんだろう、ちょっと気になりますよね。で、そういうような歴史的な事実について簡単にお話をまずはしておこうと思います。1914年ですね、後に第一次世界大戦と言われる戦い、最初のうちは、ヨーロッパの、一部で行われた戦争なわけですよね。ですけども、それにいろんな国が参戦していって、アメリカも加わり、日本も加わり、それで第一次世界大戦になってしまいましたと。で、その頃にはもう戦車も入り、飛行機もバンバン飛んでみたいなことになって、大変な戦争になっていったわけですけども、最初の頃はもっと素朴だったんですね。1914年のその最初の素朴な頃の、戦争の形態、そこで起こったクリスマス休戦の話というわけなんですよ。1914年ですね、その時にローマ法王がクリスマス休戦を提案したんですね。で、それにドイツ、オーストリア側は賛成したんですよ。ドイツとオーストリア側はですね、フランスに攻め込んでる方なんですね。ですので、ちょっと休戦してもいいよねっていうような感じだと思うんですけども、逆にですね、イギリス、フランス側からしたら、攻め込まれてる方ですから、いやいやいや、そんなことやってる暇はないですよってことになるじゃないですか。で、そういうわけで、結局、上層部からしたら、そのローマ法王のね、提案は受け入れられないということになったんですね。しかしですよ、しかし、そのクリスマスイブの夜に、クリスマスソングをドイツ兵たちが塹壕の中で歌い始めるんですね。塹壕っていうのは、昔、今も塹壕は塹壕ですけれども、国境みたいなね、こう前線ってやつですよね。前線にこうバラ線みたいなのが張ってあって、その両側に塹壕穴掘ってて、縦じゃない横からこう穴を掘ってあって、そこにみんな構えてるわけです。そこは銃こうやって構えてるわけですよね。で、それでお互い攻め込まれないように守り攻めということをしているわけですよね。で、その塹壕の中でですね、まずドイツ兵が、歌い出すわけですよ。クリスマスイブですからクリスマスソングですね。それを塹壕の中で歌い始めるんですね。で、その歌を聴いていた今度イギリス、こっち側の塹壕、こっち側がドイツだとしたらこっち側がイギリスね。で、こっち側のイギリスの塹壕にいた兵士たちがこのドイツが歌っているのを聞いて歌い始めるんですね。もちろんドイツはドイツ語で歌うし、イギリスは英語で歌うわけですよね。ですけど、同じ歌だから同じメロディーじゃないですか。なので、一緒に歌えるわけですよね。
でそういうなんか楽しい雰囲気、お互いにですねこうやってやっていくうちに、向こうが歌い出すとこっちも歌い出して、でお互い拍手し合ったりとか、そういうような、なんとなく戦争なのに和気あいあいみたいな感じですね。そういうようなことが起こりまして、でその日はそれで終わると。で次の日クリスマスですよね。でクリスマスの日になって、ドイツ側から一人何かこう交渉人みたいなのが出てくるわけですね。でそれに合わせてイギリスからも出ていて、じゃあ休戦しようっていうことになったみたいなんですよね。でこれはなんか不思議なことじゃないですか。不思議ですよね。まあ両方ともですよ。その上層部は反対しているわけですよ。でこっちが攻め込んでいるわけだし、こっちは攻め込まれていると。だけどクリスマスの、時に、休戦は重要だというふうに、ローマ法王が言ったという言葉もあるんでしょうけれども、それを実際にですねやったのは現地にいた兵隊さんなんですよね。不思議ですよね。そんなことが実際に起こるのかと。時代が時代だから起こったのか、それとも何か特殊なことがあったから起こったのか、この辺のところですね、親子で話し合ってみたら面白いんじゃないかなと思うんですよね。さて、とはいえですね、それでですね、一切で歩み寄ってきて、じゃあ今日は一日休戦することにしましょうということになり、でお互いに同じものを食べるとか、話し合うとか、一緒にまた歌うとか、しながらですね、そのうちもうサッカーも始めると。一緒にサッカーもして楽しく一日過ごして、じゃあまた明日から戦争をしましょうねみたいなことで単語に戻っていくというお話なんですよね。しかしですね、これは数日の非公式の現場での休戦でしかないので、ここから戦争が終結に向かっていったわけでもなく、ますます戦いがですね激しくなり、アメリカや日本も加わり、第一次世界大戦となり、結局4年続いたわけなんですよね。でこの絵本で扱っている多くの部分は、上層部が認めなかった休戦が現地の歩兵部隊ですよね。でそこでその人たちが実際に実行できたクリスマス休戦ですね。でその話が前半にあって、で後半はですね作者の思いについても語られているんですけども、ここではですね前半部分、なぜ休戦が起きたのか、そういうことについてお子さんと話し合うことにしたいと思うんですね。でまず第1パートです。で多くの絵本ではですね、まず物語がどのような場所で起きているのかですね、それを絵で伝える必要があるわけですね。そこでですね、ちょっと中身はご紹介しにくいんですけども、この絵本ではですね、最初の見開きを使って戦場というのはどういう戦場だったのか、当然第一次世界大戦の初めの頃ですから、今とは全く違うわけですよね。それがどういう状態だったのか、文章でも書いてあるんですけど、文章では書いてないことも絵の中にもあるわけですよ。ですからその絵をよく見ながら考えていこうということなんですね。ではいきますよ。みんながね銃持ってるじゃないですか、戦争ですからね。みんなが持っている銃をよく見てください。どんな銃ですかね。どう思いますか皆さん。で私という方が大人が聞いたとするじゃないですか。で子供よく絵見ますよね。そして絵を見るとですね、銃が単に銃ではなくて銃の先に剣がついてるんですよね。銃剣ってやつですね。日本でも銃剣術とかっていうのをやっていたと思うんですけれども、その剣がついているんですよ。でそのことって普通今の子供たちは分かんないですよね。で絵を見てそのことに気づくかどうかですよね。銃の先に剣がついている。撃つだけでなく剣で付き合うということでね、そういう戦い方もしてたんでしょうね、きっとねっていうことですね。まず子供たちがその銃の先に剣がついている、それでついて殺すんだみたいなことを、ちょっとショッキングじゃないですか。今の戦争ってもう離れたところから撃ってそれで終わっちゃいますよね。直接相手をもう江戸時代のように切り合うみたいなことってちょっと想像がしにくいと思うんですけども、実際にはそういうこともしていたということに絵から気づくってことがあるわけですよね。で次にですね、塹壕ですね。塹壕の中で
お互い夜になると休むわけですよね。でその塹壕の様子から何が分かりますかみたいなことを聞いてみたいと思うんですよね。そうするとですね、よくよく見ると、これも文章には書いてないんですよ。書いてないんですけども、みんな銃を持ったまま寝てたり、休んでたりするわけですよね。やはり敵がいつ攻めてくるか分かんないから、そういうことになるじゃないですか。だからそのことに、お子さんまたは大人の方もそうですけど、それに気づくかどうか。で気づいてですね、さらにですよ、その銃を見てみると、その銃の先に剣が今度はついてないんですよ。剣がない。え、塹壕の中ではあれ外すんだってことになりますよね。つまりまあ細い塹壕だから、狭い塹壕だから、その中でこう銃にね先に剣がついてたら危険じゃないですか。そうするとあの銃の先の剣っていうのはつけたり外したりできて、そういうような構造になってんだなってことも分かりますよね。でそういうようなことで、いろんなことが見えてくると。だから絵を見て、一緒に語り合う。いやこれって、もしかしたら大人の人も分かんないかもしれないじゃないですか。でそれを分かんないかもしれないけど、そういうことを語り合っていくというようなことができたら面白いなということなんですね。ですからまずは絵をよく見ていきながら、そこの環境ですね、どういう環境の中で戦争をしていたのか、それが分からないとその人たちの気持ちにもなれないと、その人たちの気持ちにもなれないと、その絵本を見て語り合いにくいですよね。ということでまずはそこをやっていこうというわけですね。でそのように進めていって、次第2パートですね。第2パートでは、塹壕、夜になって塹壕で今言ったように休んでいるような状態から歌が聞こえてくるわけですよ。相手の方から歌が聞こえてくる。でその時の絵がまたあるわけですよね。でその絵を見てどんなことが分かりますかっていうことですね。今度はですね、ここから初めて色がついてくるんですよ、絵の中に。まずはドイツ兵の方が歌うでしょ。そうするとドイツの方の塹壕がなんとなくこう輝いていて、そこに黄色い色が使われてくるんですね。温かい感じ。その歌がなんか聞こえてくるぞっていうようなのが、一見開きあって、でそして次の見開きに行きますと、今度はイギリス人も一緒に歌い出すと。そうするとイギリスの中も楽しい雰囲気になるじゃないですか。そうすると今度イギリスの方も黄色い色でちょっとこう華やいだ感じになってくるんですよね。でちょっと赤も入ってきたりして。ということで、じゃあなんでここで、子供がですよ、もしもその色に気づいたら、あれここから色ついてるねとかって。でそれなんで色ついてるんだろうねっていう話になりますよね。で色がついているって楽しいよね。黄色とか赤とか楽しい感じだよね。まず最初にドイツの方で歌が始まって楽しそういう雰囲気。で次にこっち側でイギリスの方でも始まって楽しい雰囲気。でだんだん両方が楽しくなっていくっていう感じがするよねってことですね。で他に何があるかっていうと、実はそこには音符も書いてあるんですね。で音符を五線紙はないんですよ。五線はないんだけど、音符の漢字のこう長い短いあるじゃないですか。でそれを見ていくとですね、そこが清しこの夜っていうリズムをちゃんとこう刻んであるわけですよ。でもしそれに気づくと、なるほど、この音楽この歌を歌っているんだなみたいなのが分かると。で塹壕の中にこう何人か頭が見えているんだけど、それの続きでこう音符がずっと並んでいるみたいなね、そういう構成にもなってて、もしもそんなことにも気づいたら面白いなと思うわけですね。ということで、その絵を見ながらですよ、どういうような環境でどういうふうにして、兵隊たちがだんだんと気持ちが合わさっていくかみたいなことが見えてくるわけなんですよね。で翌日になると。で翌日になって一人一人出てきて、お互いに、停戦交渉を始めるわけですよね。でじゃあ今日は停戦して、戦争のことはやらないでお互い殺し合いは中止にして、話し合いをしようじゃないかとか、一緒にこうちょっとパーティーみたいにし、お互いの食料を食べ合おうじゃないかとか、そういうような話になるわけですよね。でそういうようなことを一日していくっていう様子がそこからずっと出ていくわけなんですよ。でもうそこまでいくともう和やかな停戦になっていくというわけですよね。でそこからですね、じゃあ一体どうしてこういうことが起こったんだろうかというようなことを話し合うといいと思うんですね。
でそもそもですね、停戦のきっかけですよ。停戦のきっかけはローマ法王の提案だったんですけれども、なぜローマ法王がそういうことを言い出したのかっていうことを議論してもいいですし、でその停戦に至るまでに実際にね、その停戦しようっていうことを言い出したのは現地の兵隊さんたちじゃないですか。だから上の方の命令でやってるわけじゃないから、自分たちで決めていかなきゃいけないわけでしょ。でもしかしたらうまく交渉がいかなかったら相手に殺されちゃうわけかもしれないですよね。でその中でうまく停戦交渉をするっていうのはどういうことだったのかみたいな話ですよね。ちょっと手順的に考えてみますと、まずクリスマスソング相手が歌ってる、まず歌いますよね。歌います。そのと相手がそれを聞きます。でクリスマスソングを一緒に歌いますと、一緒にね。で次にみんなで話をしたり食事をしたりっていうようなところまでつながるわけじゃないですか。そうするとここでクリスマスソングっていうのが歌ったり聞いたり、それってどういう意味があったんだろう、停戦に向けてどういうような役割を果たしたんだろうみたいなことっていうのが話し合える、親子で話し合えるんじゃないかなと思うんですよね。さらにですね、もしもですよ、ローマ法王がクリスマス停戦を提案しなかったとしても、こういうことは起こったかもしれないですよね。もしくはそれに代わる何かしらがあればできたかもしれない。そんなこともありますね。で逆にこの2014年以降、15年16年17年戦争してるわけですけど、そこでは絶対起こんなかったわけですよ、これが。じゃあなんでそれが起こんなかったのかっていうことについても考えてみることもできますよね。というわけでですね、いろんな質問ができると思うんですよね。で大切なのは議論が楽しい時間であるっていう感覚をお互い持つことなんですね。話してるうちにですね、親でも子供でも持論を主張したくなるじゃないですか。でだけどいろんな意見が出てくるっていうこと自体が楽しいんだっていうことを、お互い了解しながら進めていく必要があるわけですよね。ということは、言ってみれば内容はその次なんですよ。日本ではですね、議論をするのは良くないことであるとか、論破するためだと思われていたりとかですね、なんかあんまりいいイメージないんですけども、まずはそういうイメージをなくす。でお互いにいろんなアイデア出すっていう楽しいよねっていうところに、集中していくということですね。でその上でですね、いろんな考えが出てくると、それが戦争の話だったわけですけども、日常の生活のヒントにもつながっていくわけですよね。つまりですね、どんな話でも抽象化していくと日常に役立つ部分が出てくるじゃないですか。でそのような部分をですね、探していく。絵本内容そのものは違うんだけれども、そこから出てきたアイデアっていうのは抽象化していくと日本じゃない日常でも使えますよねっていうことになりますので、この抽象化の話ですね、これはちょっと改めて、どこかでしてみたいなとは思うんですけれども、そういうような考えも、お持ちになられるといいかと思うんですね。で今回の質問の中にですね、絵の中から見つけ出す発見力を鍛える質問、そういうものも入れましたよね。そういうようなことを他の絵本でやるときにもぜひ入れてほしいと思うわけです。さらにですね、もしやろうと思えば宗教とか戦争とか深い内容でも突っ込んでいこうと思えばできるわけですよね。しかしですね、なるべく日常につながりやすいような、ところ、つまり絵から見えていくようなところから入っていけるようなことをしていけるといいと思うんですね。実際のところですね、親子と言ってますが、大人同士が話し合う内容としても十分な内容があると思いますので、そういう意味でお子さんと話し合う前に気の合う大人同士で、まずは絵本の読書会をするとか、そういうようなことをですねやっていけたらいいなと思ってるんですね。で私が主催しながらそういうようなことっていうのを月に1回ぐらいですねやっていくっていうことを考えておりますので、もしですねそういう実施可能な場所がございましたらお知らせいただければと思っております。いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけるようでしたらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。では。